皆さん、こんにちは。マリの日本語ポッドキャストのお時間です。今日は2026年2月13日金曜日です。2月も中旬に入り、外は相変わらず冷たい風が吹いています。明日はバレンタインデーですね。この時期はお店にいろんな美味しいチョコレート商品がたくさんあって、見た目が可愛いものも多くて、見ているだけで楽しくなります。私は自分用にチョコを買いました。実は先日、千葉県松戸市にある有名なラーメン屋に行ってきたんですよ。千葉県は私の出身地でもありますが、実は美味しいラーメン屋さんがたくさんあることで有名なんです。そのラーメン屋さんは特につけ麺が有名で、濃厚な魚介豚骨のスープが太い麺にしっかり絡んで、一口食べた瞬間に寒さで削られた私の HP が全回復するような、そんな感動的な味でした。お店の雰囲気も活気があって、一杯の丼にかける職人さんの情熱が伝わってきました。この体験があまりに素晴らしかったので、今日は日本のラーメン文化について歴史から食べ方のマナーまでたっぷりお話ししようと思います。皆さんもお腹が空く準備をして聞いてくださいね。さて、今や日本の国民食と言われるラーメンですが、その歴史は意外と浅いことを知っていますか？ラーメンの起源は中国から来た麺料理なんです。それが日本人の口に合うようにアレンジされ、独自の発展を遂げたのが今のスタイルなんです。日本での歴史は約150年ほどと言われていて、1880年代に現在の横浜中華街などで始まったのがきっかけだそうです。当初ラーメンは今のような立派な店舗ではなく、屋台という移動式の小さなお店から広まりました。夜になるとチャルメラという独特の笛の音を鳴らしながら屋台が街を歩き、人々はその音を聞いて外に食べに行ったんですね。1940年代、戦後の混乱期には安くてお腹いっぱいになれる屋台ラーメンが庶民の間で爆発的な人気となりました。特に福岡県では仕事帰りに屋台でラーメンを食べる文化が今も強く根付いていて、中洲などの屋台町は観光名所にもなってるんですよ。そして今のラーメンという呼び方が全国に定着した大きなきっかけは1958年のことでした。この年、日清食品から世界初のインスタントラーメンが発売されたんです。そのインスタントラーメンを発明したのが安藤桃福さんです。彼がお湯をかけるだけで食べられる魔法のラーメン、チキンラーメンを発明したエピソードは日本でとても有名です。さらに、1971年には世界初のカップ麺であるカップヌードルも誕生しました。お皿もいらず、お湯を注ぐだけでどこでも食べられるこの発明は、忙しい現代人の食文化に革命を起こしました。私も新作ゲームをクリアするために夜更かししている時なんかは、カップヌードルに何度も助けられてきたんだよね。現在、日本人のラーメン消費量は凄まじいことになってます。ある調査では、日本人は月に平均で約3回ラーメンを食べると言われています。週に1回は必ず食べるという人も珍しくありません。ラーメン屋の面白いところは、一人で食事をする人にとって非常に居心地がいいということです。カウンター席がメインのお店が多くて、性別や年齢を問わず、
誰もが一杯のラーメンに集中できる文化があるんです。最近ではラーメン女子という言葉があるくらい、女性の一人客も増えているんですよ。一口にラーメンといっても、その世界はとても深いです。まずは基本となる4つの種類をおさらいしましょう。醤油ラーメン。最もポピュラーなあっさり系。細い麺にチャーシューやネギ、メンマが乗った懐かしい味です。味噌ラーメン。濃厚なスープに太い縮れ麺が特徴。野菜炒めやバター、コーンをトッピングするのが人気です。豚骨ラーメン。白濁したこってりスープ。極細の麺にキクラゲや紅生姜がよく合います。塩ラーメン。透明なスープで素材の味が生きるタイプ。一番あっさりしていて、海の幸の香りがするものも多いですね。さらに、日本各地にはその土地の気候や好みに合わせたご当地ラーメンが存在します。札幌。寒い地域なのでスープが冷めにくい油分多めの味噌ラーメン。博多。屋台文化から生まれた素早く茹で上がる細麺の豚骨ラーメン。北方。福島県のラーメンで独特の食感がある平打ちの縮れ麺。京都。意外かもしれませんが、鶏ガラベースのこってりしたスープが特徴なんです。また、最近のラーメン界ではさらにユニークなバリエーションも増えています。例えば、横浜発祥の家系ラーメン。豚骨醤油の濃厚なスープと太い麺が特徴で、ほうれん草と大きな海苔が乗っています。これは白いご飯と最高に合います。それから、デカ盛りの代名詞、二郎系。山のような野菜とニンニク、極太の麺。注文するときの野菜増し増し。野菜をすごく増やしてという意味です。という独特のスタイルは、もはや一つのエンターテインメントになっています。ここで日本でラーメンを食べるときの面白い文化についても紹介します。まずは替え玉。これは主に豚骨ラーメンのお店にあるシステムで、スープを残して麺だけをおかわりすることです。そして最後に残ったスープにご飯を入れて食べる人も多いです。スープを一滴も無駄にしない究極の楽しみ方ですね。一番驚かれるのは、麺を音を立ててすすることかもしれません。日本では音を立ててすすることを、空気を一緒に吸い込むことでスープの香りが引き立ち、美味しく感じると言われています。行儀が悪いことではなく、むしろ美味しいという表現として受け入れられている文化なんです。今日は日本のラーメン文化についてお話ししていきました。私自身も東京で何軒もラーメン屋をはしごして食べ比べた経験があるのですが、お店ごとに全く違うストーリーがあって本当に飽きません。もし皆さんが一度にいろいろな種類のラーメンを楽しみたいと思ったら、横浜にある新横浜ラーメン博物館に行くのがおすすめです。昭和の街並みが再現された空間で、全国の有名店のラーメンをミニサイズで食べ歩くことができるんですよ。皆さんはどの種類のラーメンが一番好きですか？ぜひ皆さんの推しラーメンをコメントで教えてください。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。